FM 大阪トリプル S のちょっと喋らへん。 FM 大阪トリプル S のちょっと喋らへん。この番組はフェアネクストイノベーションの提供でお送りします。時刻は深夜1時を回りました。안녕하세요。そしてこんばんは。はい、トリプル S。 トリプル S の S5 リュウヤン S11 ことね。 S23 そうです。 FM 大阪トリプル S のちょっと喋らへん。私たちトリプル S の日本で初のレギュラー番組で、今回で11回目の放送になります。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。トリプル S は韓国、日本をはじめとした多国籍なメンバーで構成されたグループで、なんとメンバー数は K-POP 女性グループ最多人数の24人です。その中から今日は私琴音とユヨン、ソワの3人で参加しています。まずはそれぞれ自己紹介をしてみましょう。じゃあユヨンちゃんから。こんばんは、トリプル S のユウヤンです。今日はたくさんお話ししましょう。こんばんは、トリプル S のソワです。日本のウェイ会いたかったです。こんばんは、トリプル S の琴音です。今日も同時通訳頑張っていこうと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、毎回恒例の質問です。今日出演するこの3人の共通点は何でしょうか？普段この3人でいるとどんな会話で盛り上がりますか？普段この3人でいるとどんな会話で盛り上がりますか？どうでしょうか？우리 세 명의 공통점? かわいい。かわいい。かわいい？かわいいね。この中でトリプル S の中の最年長と最年少がいるから、마돈이랑 막내잖아요. 중간에 있는 거예요? 아, 전 순간이. 그러니까 다양하게 있는 것 같은데, 중간 평균이랑. 다 MBTI I? 에이. ソワちゃんが今みんなの MBTI が I って言ってたんですけど、私は E です。あ、분위기입니다. はい、大丈夫です。はい。근데 공통점이 있나? 可愛いだけかな。 다양한 컨셉을 좋아하시. 오, 다양한 컨셉도を消化できる。 귀여운데 뭘 해도. ソワちゃんは何しても可愛いってユンちゃんが言ってます。ということで、じゃあうちらのということで、私たちの共通点は可愛い感じですね。どんな会話で盛り上がるとかありますか？어떤 대화하면서 약간 그런 주제 이야기하는. 우리 버블티? 오, 맞네. ソワちゃんが今、私たちバブルティーの話をよくするって言ってたんですけど、私たち結構タピオカを飲むのがすごい好きなので、私たちのトリプル S のグループトークとかでよく、なんかタピオカ飲む人っていう話をたくさんしてますね。確かに。ね。そして来週6月11日はソワちゃんの誕生日です。おめでとうございます。わー！16歳、どんな1年にしたいですか？ 저는 많이 경험하고 부딪히면서 되게 성장할 수 있는 한 해였으면 좋겠어요. ソワちゃんは経験してぶつかりながら成長していく、そんな1年になったらいいなってことでした。16歳か。若いね。젊다. 이제 만나이로 요리했었으니. 응. 若いですね。はい。今日はそんな3人でお送りしていきます。ここでリスナーの皆さんにお知らせがあります。6月1日に私たちトリプル S のアルバムラブ&ポップパート1がリリースされました。そして今日6月3日からタイトル曲ベイビーフラワーの日本語バージョン、ベイビーフラワージャパニーズバージョンの配信が始まりました。皆さんもうチェックしてくれましたか？今週から韓国で音楽番組を含めいろんな活動が本格的に始まるので楽しみにしていただけると嬉しいです。日本のウェーブの皆さんにはタイトル曲ベイビーフラワーの日本語バージョンも一緒に楽しんでいただければと思います。たくさん聴いてくださいね。ということで今夜の1曲目にはトリプル S のベイビーフラワージャパニーズバージョンをお届けしたいと思います。この曲は若さゆえの不安や葛藤を抱えながらも自分を信じて前へ進もうとする姿を描いた曲となっています。2人が思うこの曲の聴きどころは何ですか？ 저는はい。 사실 저의 최애 파트
파트는 있습니다. 오,推しのパートがあるそうです。気に入ってるパート。どこですか？ 3개나 있어요. 오, 3個もあるそうです。 첫 번째는 그냥 이 부분이 계속 맴도는데 この部分が結構頭に残る。 혜린이의 행복한 것처럼 오, 혜린ちゃんの행복한 것처럼っていうパート。おー、なんでね。 이제 무대를 봤을 때는 포토넬 파트. おー、ステージで見たら、乙女のパートが好きだよ。 아이야. あ、マッチ。ファイヤー、私のライマイファイヤーのパートは、やっぱり、ダンス、춤으로 봤을 때 되게 뭔가, 찰져. 좀, 갑자기 멋있어지는 느낌? 뭔가, 찰지다 해보면 돼. 잘했었거든. 되게 쫀득한, 아니, 아직 알아. 좀 알아. 그러니까 원펀맨 펀치 같은 느낌. 되게 좋아요. 임팩트가 あるってことで。 제일 나는 음원으로 듣기 좋은 부분은 서아랑 시온의 프리코러스. 音源で聞くときにいいなって思ったパートは、ソアとシオンのパート。なんで男。 그냥 들으면서. 그냥 보기에 딱 꽂히는데. そこのパートが、 진짜. ちょっと爽やかな感じだから好きだそうです。 ソアちゃんは、 맞아. 저도 조금 많은데요. 무대로 봤을 때는 舞台で봤을 일단은 브릿지 마지막에 저희가 제목 그 자체인 플라워 꽃을 만드는 안무가 제일 무대로서는 제일 매력 포인트 같고 ソアちゃんがステージで見たときは、そのブリッジのパートでタイトルのように花を作る振り付けというか、そういう構成があるんですけど、そこが一番記憶に残るそうです。 그리고 또 하나는 사운드적으로는 되게 저희가 이번 오케스트라도 들어왔고 악기 베이스 소리가 되게 좋다라고 생각합니다. 그리고 마지막 サウンド的に聞いたときは、そのオーケストラのパートがあったりとかで、ベースの音がよく聞こえたりするので、そこがいいなって思ってます。 그리고 마지막으로는 이제 트리플스답게 가사가 되게 뭔가 딱 그 청춘들? 젊음 이거 아까 언니가 소개해준 것처럼 되게 뭔가 젊음이 느끼는 불안? 이런 갈등이 있는데 그럼에도 불구하고 함께 이겨내는 그런 뭔가 힘을 같이 내주는 가사인 것 같아서 뜻깊은 것 같아요. 너무 내가 말을 못했어. 좀 짧게 해도 가사가 되게 오케이. 가사가 오케이. 트리플스답다. OK。ソアちゃんが思うには、歌詞が青春っぽさを感じさせてくれて、若さゆえにある葛藤も感じられるけど、そこにプラス元気をくれる、そんな歌詞なので、トリプル S っぽい歌詞だなってことでいいらしいです。私の聞きどころは、やっぱり一番最初のイントロ。山頂。これは日本語バージョンでも公開されてると思うんで言えるんですけど、傷、困難、涙。そのパートがやっぱでも一番、記憶に残る。やっぱりイントロだし、韓国語で聞いた時よりも日本語で聞いた時の方がやっぱ私の母国語でもあるので、もっとって伝わってくるっていうか、なのでそこのパートが好きです。それでは聴いてください。トリプル S でベイビーフラワージャパニーズバージョン。傷、困難、涙ねえ乾けて We still here La 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 Find the light 何もなかったようにビドの中隠れて幸せよそう痛み隠して耐える今日も駆け
飛ばして立ち上がるまたかけるんだ幸せな涙私なんだ So white and I cry We rise and shine もし終わっても全部かけるの凍えたってまた咲くわ悪魔じゃもし泣いたってもし世界が敵でも We run and fly La 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 No more tears 私のせいで震えてるのは花のように咲く瞬間立ち上がって We stay here Shining bright like fire La 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 laトリプル S のちょっと喋らへん FM 大阪からトリプル S、S5、ユヨン、S11、琴音、S23、ソワの3人でお送りしています。X には、ハッシュタグトリプル S のちょっと喋らへんでポストしてください。ちゃんと見てるので感想などたくさんポストしてくださいね。メッセージや質問、リクエストもお待ちしております。お送り先は FM 大阪のホームページ、リクエストフォームからトリプル S のちょっと喋らへんを選んで送ってください。では、今夜もたくさんメールやメッセージが届いているので紹介させていただきます。まず、質問のメールです。大阪市まめこさん、21歳女性の方からの質問です。トイスの皆さん、こんばんは。トリプル S 完全体24人でのカムバック、本当に嬉しいです。まだニューアルバムは聴けてないですが、新しいアーティスト写真かわいいですね。写真のコンセプトやメンバーさんのおすすめの一曲を教えてください。早く日本でライブを見たいです。応援しています。とのことです。ということで、まめこさんありがとうございます。今回のアルバムについてお話ししていけたらと思いますが、まずはアーティスト写真、コンセプトフォトですね。どうですか？二人は気に入ってますか？ここを見てほしいっていうのがあれば教えてください。 이번 컨셉 포토는 팬분들이 꾸며주신 게 되게 많더라고요. 그게 되게 팬들의 자율적인 참여를 이끈 컨셉 포토가 아닌가. ユンちゃんが言うには、今回のコンセプトフォトはファンの方たちが、なんか、デコってくれるというかなんか、이번 컨셉 포토에서는 제가 금발을 한다면 해보고 싶은 헤어 다 해봤습니다. 今回のコンセプトフォトでは、ユンちゃんが金髪にしたらやりたかった髪型を全部やったそうです。어땠어요? 뭐가 제일 마음에 들어요? 저 뽀글머리 되게 좋아해요. ユンちゃんが一番気に入ってるのは、くるくるヘア 구르구르 헤어. くるくるヘアが一番気に入ってるそうです。ソワちゃんはどうですか？ 참, 두 가지 컨셉 포토가 있는데 서로 분위기가 달라서 되게 보는 재미가 있는 것 같아요. 二つのコンセプトフォトがあったんですけど、二つとも違う雰囲気のコンセプトフォトだったので、見る楽しさというか、見ながら楽しんでいただけるんじゃないかな、とのことでした。私は、今回、ピンク色の帽子を被ってたコンセプトフォトがあったんですけど、それの時に、初めてめっちゃ発色のいいカラーレンズをつけたのが今回初めてだったので、新鮮だったかなと思います。はい。続いては、ラブ&ポップパート1からそれぞれ一番好きな曲を発表していきたいと思います。好きな理由も教えてください。ユンちゃんから。 저는 소연이가 만든 슬릭. ソヨンちゃんが作ったスリックが一番気に入ってるそうです、ユンちゃん。 일단은 소연이가 노래 나온다고 했을 때부터 연대기를 쭉 들어봤어요. 데자부 해가지고. 근데 뭔가 소연이의 성장도 느껴지는 노래가 아닐까라는 생각이 들어요.
ソヨンちゃんの歌の中で今まで出たソヨンちゃんの曲をこの機会に聴き直してみたんですけど、ソヨンちゃんの成長も感じられるのでよかったらしいです。잘 듣는 거예요? じゃあ、ソワちゃんはありますか？ 저는 타입 보컬. 소와ちゃんタイプオブガール。 왜냐하면 이제 저희가 여름 컴백인데 여름과 또 잘 어울리는 곡이고 제가 한 번쯤 해보고 싶은 컨셉이었기 때문에 되게 좋아합니다. 今回は夏にカムバックするということで、夏のコンセプトに合った曲だったと思いますし、一度はやってみたかったコンセプトだったので、タイプオブガールが一番好きだっていうことです。私は曲で聴いたら、サッドガールズスケーミンが好きで、노래로 들으면。근데私のパート、파트에서 마음에 드는 거는 타입 오브 걸. 私のパートが気に入ってるのはタイプオブガール。なんでタイプオブガールが好きなのかっていうと、このラップのパートがちょっといい感じにできたかなって思ったので選びました。ね、では続いてこのコーナーに行きます。豊洲の今日は何の日？世界では毎日いろんな記念日があります。いろんな記念日を紹介して、その記念日がトリプル S、豊洲とは関係しているのか、していないのかをこのコーナーで確認したいと思います。日付が変わりまして、今日6月4日は何の日でしょうか？皆さんわかりますか？正解は虫の日です。6を無、4を死と読む語呂合わせにちなんで、昆虫愛好家や専門家が虫への関心や自然環境への理解を深めるために制定された記念日だそうです。ということで、二人とも虫はどうですか？得意ですか？あんまりないかもだけど、好きな虫とかって言いますか？私は、カブトムシめっちゃ好きです。一番好き、それ。なんでですか？一番好きな虫がなんでカブトムシですか？かっこいい。カブトムシかっこいいらしいです。小学生みたい。스트롱.強いから? 그럼 카부토무시끼리 싸우고 있는 거 본 적 있어? 그런 거 만화로 봤어. カブトムシが戦ってるの見たことあるって聞いてみたんですけど、漫画とかだったら見たことあるってことでした。ソワちゃんはありますか？ 저는 나비. ソワちゃん蝶々。 네. 자유로워 보여서 自由そうだから。 날고 싶어요. 飛んでみたい。いい理由ですね。でもなんかソワちゃんって結構虫が得意な方で、なんか撮影してる時に大きい虫が飛んできて、ソワちゃんにくっついた時も冷静に大丈夫ですみたいな、早く捕まえてくださいみたいな。他のメンバーだとキャーキャー結構騒ぐ子が大半なんですけど、ソワちゃんは結構冷静にいるタイプなのでかっこいいなと思います。저번에 촬영했을 때 너가 여기 했는데 침착하게 이렇게 하고 있어서 멋있었어. ありがとうございます。私はないです。없어요. 전虫싫어해요.虫もう無理です。もうちっちゃい時はダンゴムシぐらい、ダンゴムシとかアリとかだったら大丈夫だったけど、今はもうどんな虫も無理です。だけど韓国だけにいるなんか特徴的な虫を考えてみたんですけど、韓国に来て初めて見た虫がラブバグ。러브버그. 한국에 와서 처음 봤어. 근데 나도 최근에 처음 봤어. 그런가? 그런가? 근데 라브바그っていうのなんか虫が2匹重なってるで飛んでるなんか変な虫がいるんですけど、夏になると結構どこにいても飛んでるので、ちょっと飛んでるの見たら結構嫌な気持ちになります。今年も結構発生するよっていうなんかのが上がってたので、韓国旅行に来るウェイブの皆さんはラブバグいるかなって探してみてください。러브버그 여름에 되게 많이 나오고 이제 한국으로 여행 온 웨이브 분들은 러브버그 있는지 좀 찾아보고. 근데 사실 나도 러브버그 본 지 얼마 안 됐어. 진짜? 저 딱 한 번 딱 그냥 작년에 처음 봤어. 저 작년에 있는지 몰랐어. 뭐지? 그래서 나온 거지. 우리나라 사람들도 처음 보는 거야. 한국の人たちも去年初めて見たそうです。 원래 진짜 상가에 있는 건데山の 갑자기
山の方にもともといる虫だったんですけど、なんか急に都会の方に来たから、ユンちゃんも、もうほぼ初めて見て、去年初めて見てってことです。はい。では、ここで一曲お送りします。6月1日にリリースしたニューアルバム、Love & Pop Part 1の収録曲になります。それでは聴いてください。トゥーセ、トリプル S で Sucker Skimming。せーの、トリプル S のちょっと喋らへん。 FM Osaka 85.1 トリプル S のちょっと喋らへん。 FM 大阪トリプル S のちょっと喋らへん。どうですか？喋れてますか？まだ喋ってもいいですか？どうですか？もっと喋れますね。はい。番組冒頭でもお話ししていますが、今週からは24人でのカムバック活動がありますね。一人は今回の活動で一番楽しみにしていることは何ですか？윤 짱, 기대하고 있는 거. 이번 컴백을 통해서 기대하고 있는 게 되게 많습니다. 今回のカムバックで楽しみにしていることが多いそうです。 일단 오랜만에 하는 컴백이니까 팬분들을 빨리 만나고 싶고요. 今回は久しぶりにするカムバックなので早くウェーブの皆さんに会いたいですし 사실 되게 저희가 원래 하던 곡들이랑은 다른 분위기인데 어떻게 사람들이 들을지 궁금합니다. もともと私たちトリプル S がやってた曲とは結構違う雰囲気の曲なので聴いてくれてる方たちがどんな反応してくれるのかが気になります。나 짱. 저도 유연이랑 거의 같은 마음인데요. 저희가 1년 만에 하는 완전체 컴백이다 보니까 되게 저희 24명의 퍼포먼스도 오랜만에 보여드릴 수가 있고 그리고 저희가 언니가 말한 대로 이번
곡이 되게 그동안의 트리플S와는 또 다른 느낌이라서 팬분들, 대중분들께서 어떻게 들어주시고 생각해 주실지 기대됩니다.シャワちゃんはユンちゃんと同じ感じなんですけど、1年ぶりの完全体の活動なので、久しぶりに24人のパフォーマンスが見せれることがすごい楽しみで、ユンちゃんも言ってた通りに、曲が今回もともとやってたような曲とは結構違う雰囲気の曲なので、大衆の方たちがどんな感じで聴いてくれるのかなっていうのが楽しみです。私は音楽番組がほぼ1年以上ぶりの音楽番組の活動なので、正直なんかどういう感じでやってたか忘れちゃったというか、なんかだからすごい新しい気持ちで音楽番組回れたらいいな。そしてもっと成長した姿で音楽番組を回れたらいいなって思ってます。トリプル S のちょっと喋らへん、もっともっとメッセージやメールを送ってくださいね。宛先は FM 大阪のホームページのリクエストのところからトリプル S のちょっと喋らへんを選んで送ってください。また次回の放送は6月17日水曜日25時からです。次回の担当メンバーは FM 大阪の X で事前に告知されますので、ぜひチェックしてください。FM 大阪トリプル S のちょっと喋らへん。今日のラストソングはトリプル S のニューアルバムラブ&ポップパート1からMe My Selfモードを聴きながらお別れです。ここまで S5 ゆやん S11 ことね。 S23 さあでした。せーの。バイバイ。おやすみなさい。さよさよ。FM Osaka. この番組はフェアネクストイノベーションの提供でお送りしました。Ticking time, ticking time, got no time. 정답 없는 유행들